ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、クラウドファンディングがもうすぐ開催される、テンポテック V6。Android 8.1 をベースにした、ポータブルオーディオプレイヤーだ。DAP としての操作性は、一般的な他のものと変わらない。サイドにボリューム、曲送り、曲戻し、再生、停止ボタン、底面に、4.4mm バランスと 3.5mm アンバランスの、それぞれラインアウト、フォンアウト端子と、USB-C の充電端子がある。ポケットに収まるサイズだけど、さすがに重量と厚みがあるので、カバンなんかに入れた方がいいだろうな。体感的には2つ折りの財布くらいのサイズ感だ。金属製のフレームに、ガラスパネルが収まったボディは、きちんと高級感があって、部品の精度も良好だ。他社製品と全く遜色なし。V6 は、近いスペックの商品に比べて、安めの$300を目標に作られているんだけど、外観からコストダウンの雰囲気は全く感じないな。中国系の商品は、最初から液晶保護フィルムが貼られていることが多いけど、テンポテック V6 も、しっかり画面、背面ガラスパネルに、最初から保護シールが貼られているぞ。画面は無駄に横面がカーブしていたりしないので、保護シールがダメになった時は、汎用のフィルムを買ってきて貼り替えれば大丈夫だ。さらに価格をお得にしているのが、専用ケースが付属すること。しかも、この専用ケース、低コストなシリコン製ではなく、しっかりとした、レザー系のケースが付属するぞ。装着してもサイズが膨らまず、手触りも良好なので、持ち運ぶ可能性がある人は、ケースに入れて運用するのがいいだろう。テンポテック V6 は、Android を採用した DAP として、必要十分なスペックを持っている。スナップドラゴン425は、今まで触ったことがなかったので不安だったんだけど、イメージとしては、だいたい1万円くらいの低価格スマートフォンを触っている、と考えるといいだろう。何か余計なことをするともたつくけど、実用に耐える仕様だ。音楽を聴くために重要な、本体内蔵の日々ミュージックや、Amazon Music を使用する中で、もたつきは感じられなかった。そのあたりの挙動は読み込み速度の方に影響されることが多いのかも。最初にプレイストアから Amazon Music アプリをダウンロードした時には、インストールがちょっと時間かかるな、くらいの印象だった。日本語表示には対応してるけど、日本語キーボードが最初に入ってないので、そこら辺は海外製品ということで注意が必要だ。Wi-Fi アンテナに関しても、全く問題のない電波の拾い具合、Bluetooth に関しても、LDAC 接続できる、エディフィやネオバッツプロと組み合わせた時にも問題なく動作した。もちろん技的も対応してるぞ。Bluetooth のコーデックは、LDAC、AAC、UAT、aptX、aptX HD、そして SBC に対応する。ただし、レシーバーモードでは、aptX 系のコーデックで接続できなかったので注意が必要だ。また、ワイヤレスイヤホンを運用する際には、aptX アダプティブ系の新しいコーデックに対応できない点に注意が必要になる。お手軽さがメインの無線イヤホンなら、基本的にスマホの方に繋ぐとは思うけどな。テンポテック V6 は、Bluetooth レシーバー、つまり、Bluetooth イヤホンのように、このテンポテック V6 で音声信号を受け取って、それを再生することもできる。ただし、音楽再生専用と考えるべきだ。遅延がかなり大きくて、専用の Bluetooth アンプ製品と比べると、1秒ほど大きな遅延を感じる。もし運用を考えているなら、完全にオーディオ専用のレシーバーとして利用するべきだろう。DAC として運用する場合は、大きな遅延もなく、快適に使用できる。ただし、より圧倒的な低遅延を求めるなら、やっぱり専用品の方がいいかも。とはいえ、こちらは映画鑑賞しても全然違和感のないレベルなので、オーディオビジュアルとして問題のない仕上がりだ。それから、重要なのが、ヒビー系のカスタムが入っているモデルで使用できる、MSEB の適用範囲。MSEB は、単純に言ってしまうと、クール系か、ウォーム系か、など、より直感的な項目でつまみをいじれるイコライザのようなもので、これ込みで音質を自分の好みに仕立てる人も多い機能だ。同じヒビー系の手の入っている、ヒビズスの AP80 Pro X は、非 Android ベースなので、通常の音楽再生でしか、この MSEB の恩恵を受けることができなかった。しかし、テンポテック V6 の場合、MSEB の適用範囲はより広く、もちろん、アプリとして利用する外部プレイヤーでも、DAC モードでも MSEB によるチューニングが適用される。ただし、Bluetooth レシーバーモードでのみ、MSEB は無効になっていた。ここをメインの目的にして、テンポテック V6 を購入する人はまずいないだろうけど、一応言っておくぞ。旭化成の AK4493SE9 を主軸に備えた音声周りは、この重厚感に見合ったパワフルさ。完全バランスだけど、アンバランスでも余裕の出力だ。特に出力に余裕を感じる場面が多くて、今まで使ってきた、コンパクトオーディオプレイヤーに、お気に入りのアンプをかませた構成とほぼ変わらない厚みのある音が出てくる。
MSEB によって音色を補正することで、さらに自分好みの出力を得ることができるぞ。詳細な音質については、音色の部分で触れていこう。操作周りは基本的に一般の Android で、上側からスライドした時に出てくるメニューの中に、いくつか本機特有の機能を操作するためのメニューが含まれる。MSEB などのオーディオ設定も、ここからアクセスできるので、設定を変えたい時にはアクセスが簡単だな。一方、手間がかかるのが、USB DAC や Bluetooth への切り替え。Bluetooth レシーバーモードは、Bluetooth の詳細設定を開いた中に項目が存在するし、DAC モードも、USB を接続した後、メニューを開いて、USB 接続時の挙動を毎度設定しないといけない。ここら辺はより機能を絞った回製品の方が操作が少ないので、機能が多いがゆえの、1アクションが必要になるぞ。USB DAC、およびレシーバーモードは先に言った通り、チェーンなども存在するので、テンポテック V6 で音色を確認したい時の、変化球、ピンチヒッター的な使い方が想定されてるんだろう。バッテリー容量も4500マと大きめで、自分は音量をそれほど取らないけど、1日持ち歩いて余裕で残る。スタンバイモードで少しずつバッテリーを消費するのはスマホと同じだけど、それを踏まえても余裕の容量だ。ちなみに、充電の方も、一般的な Android スマホと同様に、適切なアダプタと組み合わせてやれば、2、3時間ほどで完了する。容量の割にかなり早く充電が完了する印象を受けたぞ。というわけで、ここまで色々話してきたけど、ロングスタミナ、必要十分な処理速度、そして機能周りだった。あとは、音質が重要だ。音質は、より低価格のモデルと比べて、明らかに中低音域の勢いがある。でもって、高音域も聞き分けやすくて、どんなジャンルを聞いてもエネルギッシュに聞ける感じ。今まで、AK4490 や AK4497 を使った DAP や DAC を何個か使ってきてるんだけど、高音域が丁寧で、原音のある音楽向けな印象が強い仕上がりのものが多い印象だった。AK4493SEQ を採用した、テンポテック V6 も、結構温かくて丸い音の傾向なのかななんて勝手に思ってたんだけど、高音域はよく伸びて、不満なし。それでも足りなければ、MSEB で強制的に全体をクール傾向にシフトさせてしまうこともできる。だったら MSEB を積んでるより低価格な DAP でも、音質的にはいいのではと思うかもしれないんだけど、やっぱり低音域、中低音域の量感の分厚さは、このクラスの DAP じゃないと出せないところだ。その中でも一段価格的に優位なテンポテック V6 は、積極的に狙っていく価値がある DAP じゃないかな。特に、よりコンパクトな DAP などにつなげていて、表現があっさりしてるな。と思ってたイヤホンが、大体全部コッテコテの中低音域を手に入れられる。自分の場合、今までは、外出時に使っていた AP80 Pro X にどうしても中低音域の分厚さが欲しいな。と思った時は、アナログアンプ、コルグ HAS を組み合わせて、音の厚みを補強していたんだけど、それにほぼ近い低音域の厚みが、単体で出るのがこの価格帯なんだなぁ、と思わされたな。そりゃポータブルアンプが以前ほど必須のアイテムじゃなくなっていくわけだ。もちろんラインアウトも存在するので、この V6 を軸に別体のアンプを組み合わせることもできる。自分の手持ちのイヤホンのほとんどは、ローゲインで十分になってしまっているので、よりハイパワーな運用も可能だ。ぶっちゃけ MSEB 込みで自分好みの音質に5リット180度変えてしまうことも可能なんだけど、中音域以下の分厚いインパクトは、やっぱり強いアンプじゃないと出ない。そこまで全部内包していることも踏まえて、V6 は単体でメインで運用するのにふさわしい一台と言えるんじゃないかな。この仕様ではかなり手頃なのも魅力だ。まとめてみようか。テンポテック V6 は、音質、利便性、スタミナの揃った、Android DAP だ。無線関係の安定性も問題なし。国内で発売されれば、定番を狙える仕様だと思う。受信側は全体にワンタッチで移行できない仕様だけど、基本的に本機から音を飛ばす方向がメインの機能だと思った方が良さそう。円安も相まって、周りのライバルの値段が跳ね上がっている中、クラウドファンディングでも十分狙う価値のある価格。ただ、クラウドファンディングの性質、海外発送であることのリスクを十分承知の上で手を出すのがいいだろう。技的認証取得済みということで、国内販売の予定もありそうだから、価格と時期が許せるなら、国内入りを待つのも手だな。定番になり得る実力とコスト的優位を備える、魅力的なプレイヤーだぞ。と、こんなところだな。最低限のプロセッサなど、不安要素はあったんだけど、実際使ってみれば、スムーズに使えて何の不満もない。Android DAP ということで、バッテリー持ちが不安だったけど、そっちも全く問題なし。なんだったら手持ちの DAP の中でもかなり長時間動く。ケースが最初からついてきて、追加出費がいらないのも嬉しいな。とにかく、これ一本で大体何でも解決する。しかもオプション料金はかからない。そういう精神衛生的にも安心できる一本だ。
ただ、クラウドファンディングのリスクはよく承知しといてな。現物が届いてるし、今までに実績のあるメーカーだから、リスクは低いけどあることは忘れないでな。といったところで今回はここまで。大物のレビューは疲れるけど楽しい。